レッスン1、お互いのサイズを知る。アンナ、疑問に思ったけど、あなたのサイズは？ジョン、私はサイズが小さいです。そして、あなたは？私は M サイズです。共有していただきありがとうございます。どういたしまして、ジョン知りたかった理由があるの？あなたに贈り物をしようと思っていたのですが、あなたのサイズを知っていれば、ぴったり合うものを選ぶのに役立ちます。ジョン君はとても思慮深いね。感謝するよ。もちろん、アンナ、贈り物を選ぶときは、誰かの好みやサイズを考慮することが重要だと思います。同意するよ、ジョン。それはあなたがその人に合ったものを選ぶことに思いと努力を注いだことを示しています。絶対に、アンナ、贈り物を意味のあるものにするのはちょっとしたディテールです。ジョン、あなたが何を考えているのか楽しみにしています。改めて、ありがとうございます。どういたしまして、アンナ。気に入っていただければ幸いです。レッスン2、個人の境界の尊重。アンナ、私が聞いてもいいなら、あなたの給料はいくらですか？ジョン、あなたの好奇心には感謝するが、私の給料は秘密にしておきたい。わかるよ。アンナ。財政について話し合うときには、個人の境界線を尊重することが重要だ。絶対に、ジョン。給与は多くの人にとってデリケートで個人的な話題になりがちです。そうだね、アンナ。誰かの金銭的なことを推測したり、覗き見したりしないのが一番だ。確かに、ジョン。収入に関係なく、相互尊重と支援に焦点を当てることがより重要です。完全に同意します、アナ。私たちの価値は給料だけにとどまらないので、私たちはお互いを大切にするべきです。素晴らしい視点だね。ジョン代わりに、お互いのスキル、知識、貢献を評価しましょう。絶対に、アンナ。私たちの価値は、自分の性格、行動、そして私たちが他の人に与えるポジティブな影響によって測られるべきです。よく言ったよ、ジョン。お互いを支え合い、ポジティブな環境を育むことに集中しましょう。アンナ、これ以上同意できない。個人的な境界を尊重することは、健全な関係を維持するための鍵です。理解してくれてありがとう、ジョン。それはとても意味がある。どういたしまして、アンナ。お互いに敬意を払うことは私にとって重要です。これからもお互いを支え合い、高めていきましょう。間違いない、ジョン。力を合わせれば、前向きで協力的な雰囲気を作り出すことができます。アンナ、あなたの視点に感謝します。会話をありがとう。どういたしまして、ジョン。こちらこそ、ありがとうございます。良い一日を。あなたもよ、アンナ。気をつけて。レッスン3、安心のための毎月の貯蓄目標。アンナさん、こんにちは。毎月貯蓄に貢献することで安心できます。理想的なシナリオでは、どれくらいの貯蓄を目指すべきでしょうか？こんにちは、ジョン。貯蓄を優先してくださるのは素晴らしいことです。一般的なガイドラインとしては、毎月の収入の 20% を貯蓄することを目標にすることから始めると良いでしょう。これにより、節約と通常の経費の賄いの両方が可能になります。まさに、貯蓄と快適なライフスタイルの維持のバランスを取ることが重要です。貯蓄額を決定する際には、特定の要素を考慮すべきでしょうか？絶対に。
緊急事態、将来の計画、退職などの財務目標を考慮に入れてください。わかりました。そのため、貯蓄目標は個々の状況によって異なる場合があります。はい、状況は人それぞれです。それに応じて貯蓄目標を調整することが重要です。貯蓄をより簡単に、より達成しやすくするための戦略はありますか？はい、貯蓄を自動化することは役に立ちます。毎月別の普通預金口座への自動振り替えを設定してください。そうすれば、手動で保存することを忘れずに済みます。正しい。一貫性が保たれ、貯蓄が習慣になります。私は間違いなくそのオプションを検討します。実践的なアプローチのようだ。さらに、定期的に経費を見直し、削減できる分野を見つけることで、より多くの資金を貯蓄に充てることができます。自分の消費習慣を分析し、調整できる分野を特定します。これは、貯蓄の可能性を高めるための積極的なステップです。洞察をありがとう、アンナ。現実的な貯蓄目標を設定し、その達成に向けて努力します。どういたしまして、定期的な貯蓄は経済的安定を築き、安心感をもたらすことを忘れないでください。あなたのアドバイスに感謝します。貯蓄目標の達成と、それがもたらすメリットを享受するために、共に努力していきましょう。レッスン4、定期的な庭のメンテナンスの重要性。アンナさん、こんにちは。定期的に庭に水をやり、メンテナンスをすることを忘れないでください。こんにちは、ジョン。そうだね。もっと熱心に庭の手入れをしないといけない。植物が健康で繁栄するためには、定期的な水やりが不可欠です。わかりました。彼らの成長と活力には適切な水分補給が不可欠です。さらに、栄養分やスペースを求めて植物と競合している可能性のある雑草を取り除くことを忘れないでください。雑草は私の植物の成長を妨げることがあります。必ず抑えておくよ。また、植物に害を及ぼす可能性のある害虫や病気がないか、庭を定期的に検査することも重要です。庭を害虫や病気から守るために警戒を怠らず、必要な対策を講じます。植物の剪定は、庭のメンテナンスのもう一つの重要な側面です。健康な成長を促し、形を保ちます。正しく行うために、適切な剪定技術について詳しく学びます。最後に、定期的に植物に肥料を与えて、必要な栄養素を与えることを忘れないでください。庭の手入れに施肥を含めるようにメモしておきます。定期的な庭のメンテナンスを優先することで、1年中身しく活気のある庭を楽しむことができます。リマインダーをありがとう。ジョン、もっと一貫して庭の手入れをするように努力するよ。どういたしまして、アンナ。あなたの庭はその美しさと喜びであなたに報いるでしょう。自分の庭が繁盛するのを楽しみにしています。アドバイスありがとうございます。はじめまして、アナハッピーガーデニング。そしてあなたの努力が実りある結果をもたらすように。レッスン5、利用できるオプションを調べる。アンナさん、こんにちは。利用可能なオプションを確認させてください。こんにちは、ジョン。ご協力に感謝します。時間をかけて最適なオプションを見つけてください。まず、お客様が探しているものを提供するさまざまなオンラインプラットフォームやウェブサイトを探索できます。それは良いスタートのようですね。これらのプラットフォームを見て、提供されているものを比較してみます。さらに、
必要なものが揃っている地元の店舗や専門店を検討することもできます。近くのお店をチェックして、欲しい商品があるか確認するようにメモしておきます。別の選択肢は、同じような興味や好みを持っている可能性のある友人や同僚から推薦を求めることです。それはいい考えだ。彼らは貴重な洞察力を持っているかもしれませんし、私が探しているものがどこにあ最後に、るかを知オっているプションをよりかもし手頃な価れません。格にする可能性のある今後の販売や割引を検討することを忘れないでください。費用対効果の高い選択をするのに役立つプロモーションや割引がないか目を光らせておきます。素晴らしい。これらのオプションを検討することで、必要なものを正確に見つける可能性が高まります。ジョン、ご協力に感謝します。選択肢をナビゲートするのを手伝ってくれる人がいると心強いです。どういたしまして、アンナ。適切な選択肢を見つけることで、最終決定に対する満足度が大きく変わる可能性があります。あなたのアドバイスを受けて、あなたが言及したオプションを検討し始めます。改めて、ありがとうご問題ない、ざいます。アナ。さらに支援が必要な場合はお知らせください。私が助けに来たんだ。私がします。ありがとう。ジョン、進捗状況については最新情報をお伝えします。いいですね、アナ。あなたのニーズに最適なオプションを見つけることができれば幸いです。レッスン6、キャラクターの追加とお金の節約。こんにちは、アンナ。それは素晴らしいアイデアです。個性を加え、お金を節約します。こんにちは、ジョン。そのアイディアが気に入ってくれて嬉しいよ。費用対効果を高めながら、個人的なタッチを加える方法を見つけるのはいつで絶対に。もいいことです。どんなアイディアを考えているの？新しい家具を買う代わりに、古い家具を改装しようと思っていました。それは素晴らしいアプローチです。空間にユニークな雰囲気を与えるだけでなく、お金の節約にも役立ちます。まさに、家具を塗り直したり、貼り直したりすることで、自分の創造性やスタイルを表現できます。個人の好みをアピールし、ご自宅をより居心地の良い雰囲気にする絶好の機会です。また、改装することで、新しい家具を購入するための高額な費用を回避できます。さらに、リサイクルショップやフリーマーケットでは、個性のあるユニークな作品を見つけることがよくあります。それは本当です。隠された宝石を見つけて、美しいものに変えるプロセスを楽しみます。また、貢献できる経験やアイデアを持っている可能性のある友人や家族を参加させることもできます。大切な人とコラボレーションすることで、プロジェクトがさらに楽しく思い出深いものになります。そして一日の終わりには、あなたのスタイルと個性を反映したユニークな家具が手に入ります。このプロジェクトにはワクワクしています。個性を追加し、お金を節約するという双方にメリットのある状況です。最終結果を見るのが待ちきれません。あなたの家はあなたの創造性を真に反映したものになるでしょう。励ましてくれてありがとう、ジョン。私の進捗状況については必ず最新情報をお伝えします。楽しみにしてるよ。アンナ。プロセスを楽しんで、回収プロジェクトを楽しんでください。私がします。ご支援とポジティブなフィードバックに改めて感謝します。問題ない、アナ。回収を楽しんでください。あなたの創造性が家具に新しい命を吹き込みますように。レッスン7、新鮮なコリアンダーで風味を高める。こんにちは、アンナ。今週末、風味を出すために新鮮なコリアンダーを上に加えることを忘れないでください。こんにちは、ジョン。それは素晴らしい提案だ。
新鮮なハーブは料理の味を本当に引き立ててくれます。絶対に。コリアンダーは多くの料理に爽やかで活気のある雰囲気を加えます。週末の食事計画に必ず含めておきます。シンプルだけどインパクトのある追加アイテムです。サラダ、サルサ、スープなどのさまざまな料理によく合い、タコスやカレーの付け合わせとしても最適です。コリアンダーがそれらの料理に新鮮さをもたらす方法が大好きです。用途の広いハーブです。味と香りを保つために、調理の最後に加えることを忘れないでください。それを心に留めておくよ。パクチーのインパクトを最大限に引き出すには、サーブする直前にコリアンダーを加えるのが一番です。残ったコリアンダーは、水を入れた瓶に入れて冷蔵庫に保存して、より長く新鮮に保つことができます。それは便利なヒントです。コリアンダーは鮮度を保つためにきちんと保管しておきます。コリアンダーのような新鮮なハーブは、味を高めるだけでなく、栄養面でもメリットがあります。食事に風味と栄養素の両方を加えていることを知って嬉しいです。また、より多くのハーブオプションをお探しの場合は、バジル、ミント、パセリも最適です。これらのハーブをレシピに取り入れることも検討します。ご提案ありがとうございます。どういたしまして、アンナ。新鮮なコリアンダーや他のハーブを試して楽しんでください。料理に楽しいひねりが加わります。試してみるのが楽しみです。インスピレーションをありがとう、ジョン。問題ない、アナ。美味しい味と料理の冒険に満ちた素晴らしい週末を過ごしてください。私がします。もう一度ありがとう、ジョン。どうなるか教えてあげよう。あなたの創作料理について聞くのを楽しみにしています。味を楽しんで味わってください。レッスン8、ストレスの多い状況への対処。アンナさん、こんにちは。私のフライトはストレスが多かったに違いありません。何をしたの？こんにちは、ジョン。ストレスの多い状況に直面したとき、私はストレスを管理するためにいくつかの戦略を採用するようにしています。それは良いアプローチです。どのような戦略が役に立ちますか？まず、深呼吸をして落ち着いて集中力を取り戻します。深呼吸は確かにストレスを軽減し、リラクゼーションを促進するのに非常に効果的です。はい、自分の考えを集中させ、より明確な心で状況に取り組むのに役立ちます。ストレスに対処するために他に何をしていますか？また、散歩に出かけたり、ヨガをしたりするなど、身体活動をすることも役に立ちます。エクササイズは緊張をほぐし、気分を高めるのに最適な方法です。ストレスの原因から抜け出すのに大変必要な手段となります。絶対に。体を動かすことで、より落ち着きを感じることができ、蓄積されたストレスを和らげることができます。他に頼りにしている戦略はありますか？私が使っているもう一つのテクニックは、タスクに優先順位をつけ、それらをより小作管理しやすいステップに分解することです。タスクを小さな部分に分割することで、負担が軽減され、達成感が高まります。はい、整理整頓と集中力を保つのに役立ち、ストレスレベルを軽減します。あなたはストレスを管理するための総合的なアプローチをしているようですね。他に何かお勧めしたいことはありますか？最後に、セルフケアを優先し、喜びとリラクゼーションをもたらすアクティビティに時間を割くようにしています。ストレスに対処するには、自分の面倒を見ることが重要です。それは私たちのエネルギーを若返らせ、補給してくれます。まさに、
セルフケアを実践することで、直面する課題にうまく対処できます。アンナ、戦略を共有してくれてありがとう。今後のストレスの多い状況に備えて心に留めておきます。どういたしまして、ジョン。彼らがあなたにも役立つことを願っています。それはありがたいです。ストレスを管理し健康を維持するには、効果的なツールが不可欠です。絶対に。自分の世話をすることが鍵であることを忘れないでください。さらにサポートが必要な場合はお知らせください。そうするよ。アンナ、ご理解と励ましをありがとうございます。問題ないよ、ジョン。私たちはお互いのためにここにいる。気をつけて、回復力を保ちましょう。あなたもよ、アンナ。ストレスの多い状況を強さと優雅さを持って乗り越えましょう。レッスン9、現地の体験とストーリーを取り入れる。こんにちは、アンナ。魅力的な話をしてくれた地元のガイドに会いました。こんにちは、ジョン。信じられないね。地元のガイドはしばしばユニークな洞察や物語を伝えてくれます。絶対に。その場所の文化や歴史を学ぶ絶好の機会でした。地元の人々とつながり、彼らの視点を直接聞くことは豊かだと思います。ガイドは、この地域の伝統、ランドマーク、さらには地元の伝説についての話をしてくれました。それらの話を聞いて、その場所をより深く理解することは魅力的だったに違いありません。本当にそうだった。ガイドのこの地域への情熱は、彼らが物語を語る方法からも明らかでした。地元のガイドと交流することで、より本格的で没入感のある旅行体験を提供できます。これ以上は同意できませんでした。彼らは豊富な知識を持っていて、貴重な提案をしてくれます。彼らの物語がいかに歴史と文化に命を吹き込むことができるかは信じられないほどです。地域社会のユニークな視点や経験を味わう機会でもあります。ガイドは地元の料理や隠れた名所についても教えてくれましたか？はい、地元のレストランや人里離れたアトラクションのおすすめを共有してくれました。それは素晴らしいです。隠れた名所を探検したり、地元の珍味を試したりすると、旅行体験がさらに楽しくなります。地元の味や伝統に触れる機会です。今後の旅行では地元のガイドを探して、地元の文化をもっと深く掘り下げてみたいと思っています。アンナ、強くお勧めします。旅に深みと信頼性が加わります。ジョン、あなたの経験を共有してくれてありがとう。地元の人々とつながることの価値を思い出させてくれます。どういたしまして、アンナ。それらのつながりは心に残る思い出を作り、私たちの視野を広げてくれると信じています。これ以上は同意できませんでした。地元の体験とそれを形作るストーリーを取り入れることにしましょう。乾杯、アンナ。これからの旅が魅力的な出会いと思い出に残る物語でいっぱいになりますように。絶対に、ジョン。これからも本物の瞬間を探し続け、異文化の豊かさを受け入れてみましょう。確かに、アンナ。それが私たちの旅を本当に特別なものにしているのです。レッスン10、課税に関する多様な意見への対応。アンナ、税金に関しては常に様々な意見があるのは事実です。絶対に、ジョン。課税は複雑なトピックであり、しばしば多様な視点を生み出します。経済成長を刺激するために減税を主張する人もいれば、公共サービスの資金を調達するために増税を提唱する人もいます。その通りです、ジョン。
議論はしばしば経済的繁栄と社会福祉のバランスを取ることを中心に行われる。確かに、アンナ。様々な税制の潜在的な利点と欠点を考慮することが重要です。税制が異なれば、個人、企業、経済全体に様々な影響が及ぶ可能性があります。正確に、アンナ。税務上の決定がもたらす長期的な影響と意図しない影響を分析することは不可欠です。さらに、課税を議論する際には、公平性と公平性が重要な考慮事項です。絶対に、アンナ。公正で公平な税制は、負担が公正に分配されることを保証します。ただし、何が公正であるかを定義することは主観的であり、解釈の余地があります。そうだよ、アンナ。税負担の公平な分配とは何かについては、人によって意見が分かれるかもしれません。様々な視点を理解するには、オープンで敬意を持って話し合うことが重要です。同意しました、アンナ。建設的な対話により、私たちはお互いから学び、共通点を見つけることができます。共通点を見つけることは、社会全体に利益をもたらす情報に基づいた意思決定につながります。確かに、アンナ。多様な意見を検討することで、経済成長と社会福祉の両立を図る税制の構築に取り組むことができます。ジョン、あなたの考えを共有してくれてありがとう。課税のような複雑なトピックについて議論することはいつでも貴重なことです。どういたしまして、アンナ。あなたの視点にも感謝します。これからも有意義な会話を続けましょう。絶対に、ジョン。力を合わせれば、理解を深め、様々な視点を探求することができます。アンナ、今後の議論を楽しみにしています。会話ありがとうございます。ジョンもありがとう。良い一日を。あなたもよ、アンナ。気をつけて。レッスン11、相対して楽しみを最大化する。アンナ、同意していただければ、一日を最大限に活用して楽しい体験ができるように、早めに出発する必要があります。完璧に聞こえるよ。ジョン。早めに出発することで、その日のアクティビティを探索したり味わったりする時間が増えます。絶対に、アンナ。混雑を避け、急ぐことなく人気のアトラクションを最大限に活用することができます。これ以上同意できないわ、ジョン。早朝は穏やかで平和な雰囲気が漂うことが多く、全体的な体験が向上します。さらに、早めに出発することで、隠れた宝石や人里離れた場所を発見する機会が得られます。その通りだ、ジョン。それは私たちの一日に冒険と自発性の要素を加えています。さらに、早めに出発することで、涼しい気温を利用し、真昼の暑さを避けることができます。間違いない、ジョン。天気が穏やかな時は、探索するのがより快適で楽しいです。また、早めに出発することで、予定をより柔軟にし、必要に応じて調整することができます。それは素晴らしい点だ、ジョン。それは私たちに自由に適応し、予期せぬ機会を十分に受け入れる機会を与えてくれます。まさに、アナ。自発性にオープンであることは、記憶に残る経験や予期せぬ発見につながる可能性があります。一日を最大限に生かすことができることにワクワクしているよ。ジョン。早めに出発すると、充実した冒険の調子がつきます。私も同じように感じます、アナ。早く出発して、貴重な瞬間を最大限に活用することを目指しましょう。同意しました、ジョン。
忘れられない思い出を作り、それぞれの体験を最大限に楽しむことがすべてです。アンナ、この計画に参加してくれてありがとう。アーリースタートを喜んで受け入れてくださる皆さんの熱意に感謝します。どういたしまして、ジョン。私も同じようにワクワクしています。忘れられない日にしよう。絶対に、アンナ。忘れられない探検と楽しみの一日を。おめでとう、ジョン。さあ、冒険を最大限に楽しみましょう。確かに、アンナ。熱意と驚きを持ってこの旅に出ましょう。レッスン12、新しい家を買うためのお金を節約するための戦略。新しい家を買うためにもっとお金を貯めるにはどうしたらいいかずっと考えていました。それは素晴らしいトピックです。どんなアイディアが思い浮かびますか？まず、毎月の予算を作成して経費を追跡する必要があると思います。それはいい考えだ。削減できる分野を特定するのに役立ちます。まさに、外食費の削減も検討すべきだ。同意した。家で料理することはお金を節約するだけでなく、健康にもなります。節約するもう一つの方法は、通常の購入よりも安価な代替品を見つけることです。はい、何かを購入する前に価格を比較して割引を探す必要があります。さらに、不要なサブスクリプションやメンバーシップを排除することもできます。それは理にかなっています。本当に必要のないサービスにお金を払っているかもしれません。最後に、具体的な貯蓄目標を設定し、収入の一部をそれに充てるべきです。良い点です。目標を設定することで、一貫して貯蓄する意欲が保たれます。絶対に、これらの戦略を実行することで、貯蓄を増やし、夢の家の購入に近づくことができます。それには賛成だ。これらのアイディアを実行に移し始めよう。同意した。規律と決意があれば、私たちは夢を実現することができます。レッスン13、市場レポートのモニタリングと更新。市場レポートに注目し、次に最新情報について話し合いましょう。それはいい計画だ。情報に基づいた意思決定を行うには、常に情報を得ることが不可欠です。絶対に、株価や市場動向の最新情報を定期的にチェックすべきだ。また、関心のある業界に関連するニュースをフォローすることも重要です。はい、経済指標を追跡することで、市場の状況についての洞察を得ることができます。投資に影響を及ぼす可能性のある重大な出来事や政策変更には注意を払うべきです。間違いなく、積極的に行動することで、それに応じて戦略を調整することができます。さらに、不動産の売買を検討している場合は、不動産の動向を常に把握しておく必要があります。それは良い点です。住宅市場で情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。市場レポートを定期的に確認し、調査結果について話し合うことを習慣にしましょう。同意した。これにより、十分な情報を入手し、財務上の意思決定を最適化できるようになります。そうすることで、自信を持って市場をナビゲートし、機会をつかむことができます。正確に、市場レポートを監視することは、金融面での道のりにおいて貴重なツールとなるでしょう。レッスン14、バックパッカーの楽園として東南アジアを探検しよう。東南アジアに注目しています。バックパッカーにとってはパラダイスのようだ。それについても素晴らしいことを聞いたことがあります。どの国に興味がありますか？
タイ、ベトナム、インドネシアが私のリストの一番上にあります。これらは人気のある選択肢です。豊かな文化と手頃な価格の旅行は多くのバックパッカーを魅了しています。その地域では宿泊施設や食事が手頃な価格だと読んだことがあります。はい、ユニークな体験を楽しみながら予算を伸ばすことができます。また、美しいビーチや素晴らしい風景を探索することにもワクワクしています。必見のアトラクションを調査し、それに応じて旅程を計画する必要があります。絶対に、大まかな計画を立てるだけでなく、自発的な余裕も残しておくことが重要です。同意した。地元の文化に浸り、様々な料理を試すことができます。交通手段もいろいろあって便利だと聞いたことがあります。それは知っておくと良いことです。私たちは簡単に都市や国を行き来できます。東南アジアは冒険と思い出を作るのに最適なデスティネーションのようです。リサーチを始めて忘れられないバックパック旅行の準備をしましょう。その可能性にワクワクしています。東南アジアを一緒に探検するのが待ちきれません。レッスン15、新しい生き方と没入感を受け入れる。絶対に、新しい生活様式に浸るのはとても魅力的です。完全に同意します。視野を広げ、異なる文化を受け入れるチャンスです。さまざまな習慣や伝統を体験することは、目を見張るものがあり、豊かになります。はい、世界とその多様性についてより深く理解することができます。新しい言語を学び、地元の人々と交流できることにワクワクしています。コミュニケーションは、つながりを築き、真に没頭するための鍵です。郷土料理を試してみるのも楽しみです。食べ物は、文化の歴史や味を理解するための入り口です。イマージョン中は、オープンマインドで敬意を払うことが重要だと思います。絶対に。私たちは好奇心と学習意欲を持ってあらゆる状況に取り組むべきです。この経験が私たちを形作り、視野を広げてくれると信じています。それは間違いなく、私たちが一生大切にする変革の旅になるでしょう。この機会を利用して、新しい生活様式に没頭し、それを最大限に活用しましょう。これ以上は同意できませんでした。待ち受けている不思議に心を開きましょう。レッスン16、間違いから学ぶ、間違いを分析して理解する。あなたの言う通りだと思います。どうすれば自分の過ちから学べますか？自分の過ちを分析し、理解しなさい。自分の過ちから学ぶことは、個人の成長にとって非常に重要です。まず、何が悪かったのかを分析しましょう。状況を振り返ることで、ミスの原因となった要因を特定するのに役立ちます。自分の行動に責任を持ち、他人を責めないことが重要です。間違いを理解すれば、そこから学び、将来より良い選択をすることができます。絶対に。同じエラーを繰り返さないように、パターンやよくある落とし穴を探す必要があります。他の人からのフィードバックを求めることも、貴重な洞察や様々な視点を得ることができます。はい、建設的な批判は、私たちの盲点や改善すべき分野を見極めるのに役立ちます。オープンマインドで、自分の過ちから学ぶ意欲を持つことが重要です。失敗を成長と発展の足がかりとしましょう。自分の過ちを分析して理解することで、私たちはより賢く、より回復力を持つことができます。
間違いを犯すことは人生の一部であり、それが私たちが学び、進歩する方法であることを忘れ私はない自分のでください。過ちから学び、それを自己改善の機会として利用することに全力を注いでいます。レッスン17、ビジネスセンターの営業時間に関する問い合わせ。アンナ、ビジネスセンターの営業時間を知っていますか？よくわかりません。彼らのウェブサイトを確認するか、電話で調べることができます。それはいい考えだ。いつ彼らのサービスにアクセスできるかを知ることは重要です。オンラインで調べてみましょう。通常、営業時間が記載されています。彼らのウェブサイトを検索して、情報がすぐに入手できるかどうかを確認します。そうでない場合は、カスタマーサービス番号に電話して直接問い合わせることができます。それに応じて訪問を計画し、彼らのサービスを最大限に活用することが不可欠です。絶対に。営業時間を知ることは、時間を効果的に管理するのに役立ちます。彼らのウェブサイトを見つけました。早速情報を確認させてください。時間をかけてください。計画を立てる前に正確な詳細を把握しておく方が良い。ウェブサイトによると、ビジネスセンターは平日の午前9時から午後6時まで営業しています。それは知っておくと良いことです。そうすれば、その時間内に訪問のスケジュールを立てることができます。これで、タスクを計画し、ビジネスセンターを効率的に活用できます。その情報を見つけてくれてありがとう。毎日の生活に役立っています。問題ありません。常に最新情報を入手し、利用可能なリソースを最大限に活用することが重要です。教訓18、時機を得た行動、48時間以内に行動することの重要性。アンナ、48時間以内を強くお勧めします。必ずそうすべきだ。絶対に、迅速に行動することが重要です。タスクに優先順位をつけ、与えられた時間内に行動を起こすべきです。これにより、整理された状態を保ち、見落とされたり遅れたりすることがなくなります。同意した。先延ばしは機会を逃したり、不必要なストレスにつながる可能性があります。私たちはみんな、重要なタスクを遅らせることによる影響を経験したことがあるでしょう。はい、それらに正面から取り組み、不必要な合併症を避ける方が常に良いです。では、私はすぐにそれらのレポートに取り掛かるべきでしょうか？はい、遅滞なく始めるのが一番です。早く完成させるほど良い結果が得られます。それを優先して、48時間以内に完了するように十分な時間を割り当てます。それが精神です。集中して、時間を有効に使おう。絶対に。迅速に行動することは、私たちが責任をしっかりと果たすのに役立ちます。そして、達成感と安心感を与えてくれます。同じ考えでいてくれて嬉しいです。できる限り48時間以内に行動することを習慣にしましょう。同意した。これは私たちの生産性と効果を高めることができる貴重な実践です。皆さんのご支援と励ましに感謝します。積極的に行動し、物事を成し遂げましょう。レッスン19、販売レポートの分析、減少する利益への対処。アンナ、最新の売上レポートを見ましたか？はい、やりました。利益が減少していることを示しています。それは心配です。レポートを分析して、減少の背景にある理由を理解する必要があります。同意した。根本原因を特定することは、改善のための戦略を立てるのに役立ちます。
売上高を確認して、前の期間と比較してみましょまた、市場動向や競合状況も調べて、全体像を把握する必要があります。う。販売及びマーケティング戦略における潜在的な問題を特定することは不可欠です。また、変化するニーズを理解するために、お客様からのフィードバックを求めることもできます。さらに、収益性を確保するために、価格戦略とコスト管理を評価する必要があります。収益創出のための調整を行ったり、新しい方法を模索したりする必要があるか利益もしれません。の減少に対処し、状況を好転させるためには、積極的な対策を講じることが重要です。チームを巻き込み、協力して革新的な解決策を見つける必要があります。調査結果について話し合い、アクションプランを策定するための会議をスケジュールしましょ絶対に、売上レポートを分析し、断固たる行動をとることで、財務実績の改善に向けて取り組むことができます。う。この課題に取り組んでくださったことに感謝します。力を合わせれば、それを克服できます。レッスン20、新しい体験のヒントを求めて。アンナ、この前、実は初めてです。何かコツは？もちろん、いくつかアドバイスできます。何のコツが必要なんだ？大勢の聴衆に向けてプレゼンテーションをしようとしていて、緊張しています。心配しないでください。私は以前同じような状況にあったことがあります。ヒントをいくつかご紹介します。どうぞ続けてください。私は聞きたくてたまらない。まず、十分に準備してください。コンテンツを徹底的に把握して自信を高めましょう。それ割にかなっています。研究と実践には十分な時間を割くつもりです。次に、プレゼンテーションを繰り返し練習します。これにより、フローとタイミングに慣れることができます。鏡の前で練習したり、自分のことを記録して自分の分娩状況を確認したりします。素晴らしいアイデアです。第3に、視聴者と交流しましょう。アイコンタクトを保ち、ジェスチャーを使ってつながりましょう。私は親密な関係を築き、彼らがずっと関わり続けるように努力します。最後に、呼吸を忘れずに落ち着いてください。どんな不安にも対処するために深呼吸をしてください。冷静さを保ち、メッセージを効果的に伝えることに集中するように自分に言い聞かせます。これ持ってるわ。自分と自分の能力を信じてください。ありがとう、アナ。あなたの助言は私に明確な方向性を与えてくれました。ご支援に感謝します。どういたしまして、助けに来たんだ。プレゼンの成功をお祈りします。頑張ります。アンナ、ありがとう。どうなるか教えてあげよう。